80点以上の方であれば1年前、70点以上の方であれば3年前、2つの時点での年収を証明する必要があります。こんにちは、行政書士の藤井です。今日はコード専門職ポイントを使って永住申請をしたい、そういう方が困るポイントの一つである年収をどうやって説明するかについてお話ししようと思います。これ年収のところは結構ポイント数が大きくて、例えば1000万円以上という年収の方であれば40点もらえます。30歳未満の方だと400万円以上の年収があると10点もらえるという風に、ここで結構ポイント数を重ねることができますので、きちんと証明していきたいと思います。永住申請する場合だと、申請時点での年収の証明、それから80点以上の方であれば1年前、70点以上の方であれば3年前と、2つの時点での年収を証明する必要があります。で、まずは申請時点の年収をどう証明するかについては、収入見込み額証明書というようなものを作成しまして、それを提出していくことになります。で、私の事務所でもサンプルを提供してますので、関心のある方は見ていただければと思います。で、もちろん、会社が発行した会社の書式で構わないんですけれども、注意することとしては、今後1年間の年収を証明しますので、いつからいつまでの年収が、これがいくらなのかと、そういうことがきちんと記載されていることが必要になります。で、年収の中には、基本給、それから、住宅手当とか職務手当みたいなもの、こういう税金がかかってくる、給料に近いものについては入れることができます。ただですね、通勤手当みたいな、いわゆる実費としても使ってしまうと、そういうものについては年収の中に入れることができません。あとは、未来にやるかどうかわからない残業に関する残業手当と、これも年収に入れることができませんので、注意して作成いただければと思います。今度は、1年前とか3年前とか、過去の年収をどうやって証明するかってことにつきましては、一番わかりやすいのは、区役所とかで発行してもらう住民税の課税証明書。これの中に給与収入額みたいなものがきちんと記載されていますので、まずはその金額で証明すると。そういうものがなかなかうまく取れないという方については、会社が発行する源泉徴収票、こういうもので年収を証明することもできます。で、こっちはそれらで証明すると、いわゆる残業代、これについても入ってしまうんですけれども、それについては過去の確定した残業したものと、きちんともらえることが確実なものですので、それについてはそのまんま課税証明書、もしくは源泉徴収票、こういうものに書いてある金額で証明すれば大丈夫です。源泉徴収票とか課税証明書ですと、1月から12月という1年間で年収が計算されます。ただ中には、来日した時期とか、もしくは昇給のタイミングとかにより、4月から3月とか、9月から8月とか、そういう自分で切り取った1年間の年収を計算したいという方もいらっしゃるかと思います。で、そういう方は、給与明細のようなものを毎月分丁寧に集めて、何かそれが合計いくらになるかっていうようなことを自分で表を作ってですね、それで証明することでも年収額の証明となりますので、ご自身が何が一番証明書として適切かということを考えて準備していくことが必要になります。例えば中国の方が、中国の本社からも年収をもらっていると。で、関連会社の日本の会社に出向に来たと。こっちでも年収をもらっていると。両方からもらっている場合どうなるのか。というような質問もあるんですけれども、これについてはきちんと関連する会社であることが証明できれば合算することができます。ただ一方で、全然関連がないと。関連がないけれども、一つの会社ともう一つ副業で会社がやってる、これはどうかって言いますと、基本的には本業でやってる会社の年収でしか証明できませんので、副業の会社の収入についてはポイント計算に入れることができないと、こういうことになります。このあたりもご不安のある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。私の事務所の方でもコード専門職のポイントを計算するツールを開発しておりまして、そちらからご記入いただきますと、回答を送ることができますので、ご関心のある方は使ってみてください。はい、どうもありがとうございました。